やっほー、元気ですか？今日も来てくれてありがとうございます。昨日の夜、初めて動画を撮ったんですよ。前回の動画ですね。その動画を撮ったのが、僕が夜アルバイト終わってからだったんですよ。どういうことかっていうと、夜遅くから動画を撮り始めて、そしてそれから動画の編集をして、夜更かししてしまいました。まあ、このチャンネルのコンセプトにも自分のリアルの日常生活が一致してるっていうことでいいんじゃないかなって思います。でも、あんまり健康的じゃないですね。朝4時ぐらいまでやってました。どういう画面構成にしたらいいかなとか、どういうチャンネルの名前にしたらいいかなとか、あとは、原稿は配布した方がいいかなとか、いろいろ考えることが多くて、でも何か新しいことを始めるって時は、僕はいつもワクワクして、そしてやめられなくなります。なので、今回もずっと作業に没頭してました。で、朝4時ぐらいまでやってたんですけど、今日本ではセミが鳴いてます。セミは夏に出てくる虫。僕の家の庭には木があるんですけど、その木にめっちゃいっぱいセミがついてました。4時ぐらいに編集が終わってから寝ようとした時にはもうセミが鳴いてたんですね。セミ起きるの早いですね。で、セミの音がうるさくて、そして動画を作るっていう時の作業興奮って言ったらいいんですか。それがまだ残ってたので、なかなか寝つけなかったです。眠れなかったです。今日は休みだったので、お昼まで寝てました。で、お昼まで寝てたから、回復したかなと思いきや、セミのせいでやっぱり睡眠の質が良くなかったみたいで、まだ結構眠たかったです。明日もアルバイトがあるので、今日はちゃんと寝ないといけないなって思ったんですよ。でも、今またこうやって2本目の動画を撮ってます。時刻がもう夜の11時34分。もういい子は寝る時間ですね。でも自分はまだ起きてます。Still awake。このチャンネルのコンセプト通り、しっかりと人生を歩んでいます。前回は7分の動画だったけど、もし、もうちょっと長いのがいいなってコメントがあったら、長くしてみようかなって思うし、逆にもうちょっと短い5分ぐらいがいいなっていう人が多かったら、短いのもいいかなって思います。でも、やっぱりまとまった時間、一回動画を見始めたら集中するじゃないですか。せっかく集中した時間、集中するまで例えば2分とか3分とかかかったとして、その時間もったいないなって思うから、一回集中できたらそのまま効率よく学習進められるように、最低でも10分ぐらいの動画がいいのかなって個人的には思ってます。10分以上の動画だと、集中して聞くっていうのが難しくなる気がするので、10分以上の動画だと聞き流しとか寝る前の
睡眠用の動画だとか、あとは、なんだろう、家事とか用事をしながら聞くみたいな、そういう用途になってくるかなって思います。まあ、僕はアニメが好きなんですけど、アニメだと20分とか25分は一瞬ですよね。ただ、やっぱり新しいことを学習して練習するっていう時には、脳みそをすごく使わないといけないので、アニメ見るよりかは短い時間の方がやっぱり集中できるんじゃないかなって思います。なんか個人的に日本語を母語話者として生きていていいなって、海外の人が日本語を学習したい人が日本語を勉強するとき、学習するときにアニメ見ることできるじゃないですか。それ羨ましいなって思うんですよね。すごくいい教材っていうか、いい勉強方法、いい練習方法だと思うんですよ。韓国だったら日本では韓国ドラマがすごく人気だったり、韓国のアイドルが人気だったりとか。だから日本でも、韓国語とかは勉強する環境がすごくいいんですよ。でもアニメってやっぱりめっちゃ濃密っていうか、20分から25分ぐらいずーっと日本語を喋ってて、でそれを映像付きで物語もあって楽しめるってなると、すごく日本語勉強しやすいと思うんですね。だから羨ましいなって思います。僕は本を読むのが好きなんで、昔は英語で絵本を読んでみたりとかしてたんですけど、でもやっぱり映像がない、そして音声がないので、リスニングの練習ができなかったりとか、あと、どんな表情とか、どんな喋り方でそのセリフ、その言葉を言ってるのかっていうのが本だけではわからない。YouTube だったら、最近で言うと、面白いものっていうのは、なんだろうな。例えば、ミスタービーストとか、あとスピードとか、相性スピード。そういう方たちっていうのは、面白いって思えるから、それもまたいい勉強方法だと思うんですよね。ただ、同時に日本のアニメとか漫画で日本語を勉強できる環境が羨ましいなって思いつつも、日本人の日本語の感覚、ネイティブの感覚があるまま日本語の作品を見ることができるのもすごく良かったなって思うんですよ。だから結局どっちがいいかって言ったら、どっちにもいい部分があって、どっちにも残念な部分があると思うんですよね。僕が海外に生まれてたら、絶対アニメを見まくって日本語の勉強をしてると思います。なんかやっぱりネイティブじゃないとわからない言葉遣いとか言い方、ギャグとか、あとはジョークとか、そういうのもあったりすると思うので、日本語のネイティブとしてアニメを見れることはやっぱり嬉しいことですね。そう考えると。
うん。みんなは日本語勉強するときに何を見たり何を使って勉強してますか？アニメが好きな人ももちろんいると思うけど、アニメを見ない人もいると思うんですよ。そういう人たちは何を見て何で日本語を勉強してるんですかね？テキスト、教科書とかかな。あとは日本で言うと、歌とかかな。日本の歌。例えば、世界的に有名な人とかおるし、あとは、ボーカロイド。インターネットだったら、ボーカロイドも世界的に有名だと思うので、そういうので勉強する人もいますよね、きっと。今、ふと思い出したんですけど、僕が中学生の頃、英語話せるようになりたくて、でも普通の教科書で勉強するのはつまらない、面白くないから、あの、海外版の 3DS、任天堂の 3DS を買って、中古で買って、そして英語のソフトでプレイするっていうのをやってました。ルーンファクトリーっていうゲームがあるんですけど、それの海外版を買ってプレイしてましたね。今思うとやっぱりアニメと同じくらいいい勉強方法だと思いましたね。うん。なんか、個人的には話してる時よりも聞いたり読んだりしてる時の方が勉強してるなーって感覚が強くて、例えば英語の本を読んだりとか、英語の動画を見たりとかしてる時はすごく勉強してる感じがするんですけど、いざ自分が英語を使って人と話すっていう状況になると、なんかあんま楽しくないんですよね。楽しくないっていうか、緊張が勝つ。間違えてしまったらどうしようとか。で、今のこの表現どういう意味だったのかなとか。そうやって頭の中でぐる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 考えることで、英語を話す能力とか、英語を聞く能力が培われていく、強化されていく、どんどん強くなっていくと思うんですけど、やっぱり感情的にはストレスが大きいですね。だから自分一人で好きな時に動画を見たり、好きな時にゲームをしたり、好きな時に、本を読んだりとかできた方が、なんかリラックスして勉強してる感じがあっていいですね。どうですか、この動画は。リラックスできますか？それとも、難しい難しいって感じでストレス感じますか？わからない言葉が出てきても全部覚える必要がないと思ってて、僕の中での、単語の覚え方とか表現の覚え方っていうのは段階を大切にしてるんですよ。まずはその単語が存在してるってことを知るのが一段階目。初めてその単語、その表現を見て、こういうのがあるんだっていうことをまずは知る。その時に覚えなくてもよくて、ただ知るだけ。そしたら、次にそれを見た時に、これ知ってるやつだっていうセンサー、そういう、
ちょっと強い気持ち、見たことあるっていう嬉しい気持ちが混ざって感情と一緒に覚えられるので、まずはとりあえずできるだけたくさん、できるだけ早い時に、いろんな単語に触れる、いろんな単語を見てみる、触れてみる。そして、次出会った時に感情と一緒に頑張って暗記しようとする、覚えようとする。それを繰り返してると、なんか個人的には単語学習がやりやすくなりましたね。だからこの動画で出てくる単語、表現もいろいろあると思うんですけど、初めて見たやつは初めて見たぞ、これ見たことあるぞっていうことだけはまず覚えていったらいいんじゃないかなって思います。きっと別の動画とかでも出てくるし、今ここで話している言葉っていうのは日常的な言葉なので、また見ます。きっと見ます。その時に覚えたら大丈夫です。まあでも、ゆっくり話したり、わかりやすい言葉で話したりとか、あとは言葉を言い換えて、何個か別のフレーズを使って表現するっていうのは心がけたい。そこは頑張りたいなって思ってるんですけど、でもせっかく日本人のネイティブが喋ってるので、ちょっと難しくても普段使う言葉ならしっかりここで使いたいなって思ってます。そうすることでさっき言ったみたいに、この言葉見たことあるぞっていう段階になると思うので、まあ多少はちょっとは難しくても使うつもりです。というかそもそも難しい言葉を全く使わずに話すっていうのはすごく難しい。今動画を2本目撮ってみて気づいたんですけど、日本語を教える、自分の母語、自分の母国語を、学習者に教えるっていうのはすごく難しい。使う言葉をゆっくり考えながら、どの言い方だったら相手が知ってるかっていうのを意識しないといけないし、で、意識してたら今自分が何を言ってるのか、何の話をしてるのかっていうのがわからなくなってしまう。結構難しいもんですね。まあでも、そういう少しのちょっとですけど、まあそういう意識をしていればきっとわかりやすい話し方にはなると思うので、練習しながら頑張ります。ちなみに今のこの動画の喋り方、聞き取りやすいですか？何言ってるかわかりますか？僕は関西出身で関西人なので、普段は関西弁喋るんですけど、こういう場だと特に敬語を使うと関西弁は半分ぐらい減ります。イントネーション、音の高さ低さ、そういうのはちょっと関西弁混ざってるんですけど、語尾とか言葉の終わり方、文の終わり方っていうのは関西弁が抜けてます。抜けてると思います。そう。関西弁をなくして喋るっていうのも難しいし、わかりやすくて簡単な単語を、簡単な表現を選ぶっていうのも難しい。
話しながら母国語なのにすごく頭を使ってます。関西弁の動画もまたいつか出してみたいなって思ってます。敬語、文の終わり方は敬語で喋ってますが、敬語じゃなくてもっと日常的な喋り方、そういう動画も出してみたいなって思ってます。出してみたい動画、喋ってみたいことがたくさんあるので、自分は結構楽しみです。反応もらえるかな？見てくれる人おるかな？とりあえず目指せ10本投稿頑張ります。じゃあ今日はこの辺で終わりにしますか。今日も話を聞いてくれてありがとうございます。もし何か質問とかあればコメントしてください。僕が返信できるときにコメントの返信をするので、ぜひお願いします。待ってます。じゃあまた次の夜会いましょう。一緒に喋ってくれてありがとうございます。バイバーイ。